どうも、トビです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、前回の動画に続き、10台のフラッシュシップハイエンド端末を使ってテストを行っていきたいと思います。今回のテストはですね、ストレージのテストと、2D の性能で、PC マークを使って2つのテストをちょっとやっていきたいなと思ってます。ストレージの方はですね、個々の端末の評価で動画であまり紹介してないんですけど、端末間の差分っていうのがですね、本当にあるのかないのかって私もあんまり把握できてなくて、整理してないので、この機にですね、10台まとめて評価してどういう差分があるのかっていうのをちょっと見ていきたいなというふうに思っています。で、使うツールがですね、このディスクテストっていうのを使うんですけど、ちょっとですね、このディスクテストの結果っていうのがですね、かなり値が揺れていくので、何回か回して平均点を取るしかないかなっていうふうに思ってたりします。じゃあですね、ちょっとやっていきたいと思いますけど、あんまり回すの大変なので3回やってですね、最大値でそれぞれのディスクの性能がどれぐらい出ているのかっていうのを見ていきたいと思います。この辺り各端末のですね、アプリケーションの起動であるとか、あとメモリスペックが影響して出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあですね、やっていきたいと思います。端末はいつもの通り前回の動画と同じ順に並んだままになっています。じゃあ回していきましょう。これテストの内容としてはですね、1GB のデータをディスクのテストでよくあるシーケンシャルライトリード、あとランダムライトリードですね、やって、あとメモリのテストも、メモリコピーですかね、そういったのもあるというような形になってます。本当はですね、オプションで 1GB じゃなくて 10GB とか設定するとより正確な値が取れると思うんですけど、ちょっとこのカーソルがですね、オプションで設定で 10GB って入力できないので、とりあえず回していこうというふうにしてます。はい、結構早いですね。ワンターン終わった形になってます。値の方は、あえて今の段階チェックしても意味がなさそうなんですけど、一応1回目だけちょっと見るとシーケンシャルライトですね、だいたいざっくり結構揺れてますね。最大値794、ビーボがすごいですね。でシーケンシャルリードはやっぱこのベンチマークツールって揺れが大きいのが3.7 ギガとかって値もあれば、低いやつはあれですね、500メガバイトとか出てるので、シーケンシャルリードの値の差がすごい出てますね。あとランダムライトに関してはだいたい30メガバイトぐらいかな。この辺の揺れはそんなにない。でも17メガバイトとかあるから最大30から17ですね。あとランダムリード192とか謎の値で、でもおかしいな値かもしれないな。これちょっと今回のテスト不安になってきましたけど、本当に正しい結果が得られるのかなっていうところですね。24、26、23か。ちょっと 1GB テストだとダメかな。とりあえず回していきましょうか。でメモリーコピーに関しては 16GB パーセカンド、さすがにあれですね、 DDR5 なんで早いですけど 16GB で、遅いやつは12とかなってますね。じゃあ1回目こんな感じなので、ちょっと3回だと足りないかもしれないですね。5回ぐらい回しましょうか。結構早く結果が取れるので、後でデータを整理しないといけないので、これじゃあ2回目いきましょう。10回ぐらい回さないといけないかもしれないな、下手したら。結構短いので10回回してもいいかもしれないな。ちょっと正確な値が取れるかどうかだんだん心配になってきたんで、2回目のラウンドです。ざーっと見るとこういう風にグラフで傾向が少し揺れがあるのかないのかって見えてますね。この辺全然揺れてないですね。レッドマジックなぜか。2回目出たって感じですかね。ちょっと後でちゃんと3回目回していきましょう。3回目も回してみたんですけど、まだちょっと分かんないですね。ちょっと4回目もいきましょう。グラフ見てるとちょっと傾向が違う感じもしますけど、揺れてるやつとかありますね。こういう風に、この辺ちょっと 1GB でデータ量少なすぎて、他のプロセスの影響とかもあってあんまりあれなのかな、ちょっと誤差が大きくなってる可能性もありますね。このツール結構難しいですね。ちゃんとしたデータ得られればいいですけど、ちょっと分かんないですけど、とりあえずはい、じゃあ次5回目。ライトの方がやっぱ遅いですね。リードの方が早い。ランダムに関してはリードライトもあんまり変わらない感じですね。20から30メガバイトなんで、ランダムアクセスやっぱ遅いですね。メモリコピーは比較的正確な値が出てる感じしますね。この辺端末の特性ちょっと出てるのかなっていう感じですね。はい、5回回しましたということで、ちょっと集計をですねして結果をまとめたいと
思います。はい、こちらがですね、ストレージ性能の結果の詳細になります。ちょっとですね、取ったデータの中で Xperia に関しては変なデータが取れてたので、そこはですね、一部無効データとして判断しています。あとですね、結果のまとめ方として、最大値、最小値、平均値どれを取ろうかなと思ったんですが、今回5回実施したので、CPDT のデータを見てると平均値を考慮されているような感じがしたので、5回の平均値を取った結果で判断するというような形で今回結果を整理しています。これがですね、ストレージ性能のまとめになるんですが、シーケンシャルライトリード、あとランダムのライトリードって形ですね、それぞれの端末の性能をですね、このグラフで表しています。右に行けば行くほど性能が高いという結果になるんですが、まとめとしてはライトが弱い S22 ウルトラとかですね、リードが弱いリアルミ、この辺非常に低くなってる、ここですね、低くなってたりとか、あとランダムリードライトって結構実用で効いてくるんですけど、このランダムリードライトを見ると非常に H30 プロの性能が光ってるかなと思います。それぞれの端末をそのシーケンシャルライトとかリードって見ると、ユースケースで結構出てくると思う。ゲームの読み込み時間とかですね。あとライトに関しては、この辺は多分カメラとか結構大容量のデータを書くときに効いてくるかなとは思っていますが、意外とそのハイエンド端末の性能を比較してみると、結果に関して意外とその性能差があるってことが今回分かりましたと。あとですね、やはりその基本的にフラッシュメモリーなので、ランダム系のアクセスに非常に弱いってところですね。この数十メガバイトパーセカンドっていうところで、ランダムリードライトって形になるので、この辺りが、性能が高いとですね、実用性能も結構良くなってくるかなというふうに思います。で、リアルミの GT2 に関しては結構低くてですね、この辺りは新しい LPDDR-X を使ってるっていうところも影響してるかなというふうに思うんですけど、H30 Pro とかですね、他の端末に比べて突出して高いので、この辺はストレージアクセスのアルゴリズムっていうのが各社違うのかなと思ってまして、結構 SSDフラッシュのですね、ウェアレベリング精度っていうちょっと難しい話になってきますけど、そういったところのチューニングっていうのも意外とあんまり触れてないですけど、各社技術が実は詰め込まれてるんじゃないかなっていうのが、この結果をですね見てですね、そういうのがあるんじゃないかなっていうふうに私は思いました。次にですね、メモリーの性能の結果なんですが、フラッシュのアクセスに比べてメモリーの方はですね、そんなに大きな差はないとはいえ、だいたいマックス 16.8GB から 12.8、ここで 4GB パーセカンドぐらい変わってくるので、少ないと体感あんまりできないとは思うんですけど、ここに関してはですね、ゲームによっては効いてくるところももしかしたらあるかなというふうに思いました。で、値としてですね、ここでも H30 Pro は非常に高いんですけど、ゲーミングスマホですね、ログホンとかライトマジックに関しては 16GB 超えってことで非常に高い性能を実現しているってところですね。あとXiaomi の 12S ウルトラと H30 Pro もそれに追従するというような結果になっていて、基本的に LPDDR5 世代の端末としては非常に高い性能が実現できているかなというふうに思います。で、最後に総合判定でそれぞれシーケンシャル、あとランダムリードライトに関して、あとメモリーコピー、それぞれ順位をここに表で表していますけど、総合的に順位を足してみると、なんとですね H30 Pro が1位という形になっていて、基本的にストレージメモリ性能っていうのはゲーミング端末が性能が高いというふうに思ってたんですけど、1,2,3がですね H30 と Xiaomi 12S Pro と3位が X80 Pro っていう形で、ゲーミング端末を抑えてこの辺が1位になるっていうのはちょっとなかなか興味深いかなと思ってます。またですね、それぞれの端末の特徴が現れていてですね、モトローラに関しては実用ストレージ性能が強力なんですね。これも結構体感できるんじゃないかなと思います。あと Xiaomi の 12S ウルトラは書き込み系に非常に強いってところですね。こういったところ動画の撮影カメラとかの書き込み、そんなにカメラのデータそんなに書き込みするのいらないかもしれないですけど、そういったところにも関係してくるかなと思います。はい、X80 Pro に関してはシーケンシャルアクセスが強いっていう、これも変わった性能なんですけど、ゲームの読み込みとかめちゃくちゃ速いかもしれないなっていう風な形ですね。こういった形でそれぞれの端末が、ストレージのいいところっていうか得意領域が異なって見えてきたので、非常にこの辺り今回比較して良かったかなというふうに思ってます。はい、ストレージの評価に関しては以上になります。はい、次はですね PC マークのパフォーマンステストをやっていきたいと思います。バッテリーの方はですね長くなっちゃうので、1回実行して 2D の性能がどれぐらい出るのかっていうのを比較してみたいと思います。ちょっとリアルミの端末、オップもそうかもしれないですけど、ベンチマークブーストが入っていてですね、クロックが最大値に固定されてしまっているので、若干適正な評価にはなってない面があるんですけど、ちょっとやっていきたいなと思ってます。ASUS の端末 CPU フロート出なくなっちゃったな。
まあちょっと温度に関してはあんまり上がらないからいいか。はい、それではですね PC マークのワーク 3.0 パフォーマンスの方を回していきたいと思います。さあ行くぞ。このベンチマークのですね結果はですね、常用使いのパフォーマンスに非常に近い値が出てくるので、今画面出てますけど Web とかですね、主に 2D のパフォーマンスがここで表示されるという形になってきます。あとバッテリーのですね持ち時間とかもこのツールを使って評価いつもしてますけど、今回はですね 2D パフォーマンスの差をこの10台の端末間でですねどういう形で出るのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。で過去の評価でですね 2D のパフォーマンスに関しては、だいたい1万点以上あればもう十分かなって感じであるんですけど、 8J1 だと1万4000とか1万5000とか出るものもあれば、870のですねだいたい1万1000、あと888だと1万3000点ぐらいが基準になってくるんですけど、そこまであえてこう性能を落としてバッテリー持ちを重視するような端末とかあったりするんで、果たしてこのハイエンドフラッグシップが 2D のパフォーマンスでどういう値を今回出してくるのかなっていうのを10代の機種間でどんな差分があるのかってちょっと非常に楽しみかなというふうに思ってます。ちょっと今リアルミーのやつ見てますけど、もう CPU クロックが張り付いちゃってますね。 GPU も900なんでこれ最大マックス性能で動いてる感じですね。8プラス Gen1 が明らかにベンチマークブーストやってますって感じで、他の隣のモトローラなんかちゃんと動いてますもんね CPU とかが。他の端末どうか一応チェックしてみると、これ今そんなにクロック上がってなくて、C によってクロック大体この辺も結構変動してますね。どれぐらいの間隔でクロックをですね調整するかっていうのはファームウェアに依存してる部分があるんで、明らかにこういうふうに固定でやるっていうのは常用普段のアプリケーションではありえないので、こういったところがベンチマークだけ性能を上げてあたかも性能がいいみたいな感じで、実際のアプリでは性能が悪いみたいなそんな感じになっちゃうので、こういうのはあんまり良くないって感じですね。だからこれ PC マークってバッテリーの持ちとかも測るツールなんで、あんまりクロック固定にしてもあんまりいいことないかなと思うんですけど、確かバッテリー持ちリアルミーでやった時には何時間だったっけな、10何時間以上で結構いい値出してて14から16時間なので、マックス周波数だとおそらく燃費が悪いと思うんですよね。だから、8J1 でもそうなんですけど 600MHz ぐらい、GPU だったら 600MHz ぐらいが燃費がいいんですけど、あえて燃費が悪いところに固定してるのか固定してないのかちょっと分かんないですけど、もし最大のクロックで固定してこんだけバッテリーを持つってのは逆にすごいですけどね。値も悪ければなんでそうなのかなって感じもしますけど、確か1万4000点ぐらいだと思うんで、他の端末のクロックの変動を見てると一応動いてるのかな。僕も一応動いてますね。エクスペリア、低調にGPU がほとんど使わなくて285で燃費がいいところで動いてますね。ビーボもさすがにちゃんとアプリ負荷がかかってない時は285で、だいたい GPU285 あれば十分ですからね。これ2D パフォーマンス過去のいろいろ評価して分かってるんですけど、ある意味GP900MHz で動かすこと自体が無駄かなって感じですね。これ GPU 今これレッドマジックが421でちょっと高めですね。CPU クロックもレッドマジック 1.7 ギガ 1.4 か。リアルミーに比べたら低いけど、リアルミーはX2 のコアが 2.9 ギガマックスで、パフォーマンスコア 2.7 か。こっち 1.4 で、こっち 1.8 があれですね。燃費がいいやつの、ちょっと何コアかいうのは忘れましたけど、1.8 ギガで動いてる。他だいたい600メガで動いてますからね。それぞれのコアの処理の役割とかも違うので、2D の場合は多分クロックが高くても遊んでるところは結構あるんでしょうね。これもうそろそろ終わるかな。こうやって見てみると各社単純な 2D 常用使いのところでもクロック制御にだいぶ動きが違うなって感じですね。レッドマジックとか結構 GPU 回してるので、普通の 2D アプリですね、ゲームとかでも GPU 結構使う感じですかね、これだと。エクスペリアとかモトローラは220ぐらいでずっと張り付いてますね。ここに関しても220、この辺は上等かなって感じしますね。正しい制御かなと。若干高めのレッドマジックとベンチマークブーストなリアルミーが値としてどうなるのかっていうのが気になるところですけど、楽しみですね。どれがパフォーマンス一番高いか。
CPU も最大クロックすごいですね。やっぱ 2.73 ギガぐらい回してるので、他はだいたいエフィシエントのその省電力のコアは1ギガちょいぐらいで動いてる感じかな。はい、結果出ました。結構ばらつきありますね、思った以上に。こうやって並べてみると非常にわかりやすいんですけど、一番低いのは想定外なのが Vivo 11300。先ほどの 3D マークやってた時とは大違いで、2D のところは超燃費仕様で動いてるっていう感じですね。で Oppo に関しても11000点台、Galaxy も11000点台、モトローラも11000点台で、Poco も11000点台。この辺の11000点台は 2D パフォーマンスは比較的抑えて、燃費結構稼いでるような感じなのかなっていう印象ですね。で13000点台が ASUS ログフォンと Xiaomi ウルトラですね、12S ウルトラと Xperia。この辺がだいたい888パフォーマンスなんですよね。11000点が870ぐらいで、十分なんですけど、8Gen1 なんですけど、無駄にパフォーマンス上げずに動いてる感じですね。で、さらにその上になってくると、この14000点台ってことで、これ非常に参考になりますね。リアル B の MAX パフォーマンス。これがある意味8プラス Gen1 の最大周波数、CPU と GPU の最大クロックで動かすと14700出るという感じですね。で、今回全部フル HD の 60Hz になってるので、これがちょっと周波数上がるとまた値変わってくるんですけど、これ見ると8プラス Gen1 の最大値は14733ってことですね。実際の性能はここまで出ない。で、周波数のこのグラフ見ていただくと非常にわかりやすく、こういうふうにベンチマークブーストっていうので、この青色が CPU クロックなんですけど、ずーっと貼り付いてますよ、上の方に。で、温度は赤色なんで、ほとんど負荷が低いで曲がってないですよね。バッテリーも今回ワンターンぐらいじゃほとんど変わらないので、この青色のグラフを見ていただくと、各社の常用使いの時の CPU クロックをいかに細かく制御してるのかっていうのが、よく見てわかるかなと思います。ちょっとリアルミーは参考にならないですけど。なので、レッドマジックサボってますね。ベンチマークブーストになってないのかもしれないですけど、ほとんど結構マックスでやってるのは、これ燃費が悪くなっちゃいますね。こういう風な制御すると常用使いが。で、燃費がいいやつ、例えば Galaxy とかは、結構上げるとき上げて下げてる感じですよね。こういう風にグラフが上下結構ちゃんと、ミニマム周波数がだいたい 0. これだと5、だいたいグラフ的には 500MHz ぐらいですかね。500MHz。一番加減が低いところが、やっぱこの 500MHz から Galaxy は結構低いところが動いていますね。ちょっとモトローラーはもうちょっと600ぐらいかな。Xperia も500ぐらいか。Vivo も500ぐらいで、若干加減周波数の差も端末によって少し差があるのかな。あんまないような気もするけど。ということで、クロック周波数の変動ですね。同じベンチマークアプリ回してもこれだけ違うので、こういったところから、各社の CPU 制御の差が出て、バッテリーの持ちとかに関係してくるのかなという感じですね。値を抑えてバッテリー持ちを常用使いで伸ばそうというところが優れている端末と、あんまり制御をサボってバッテリー持ちが悪いやつが、明らかにこれになってるかなというふうに思います。非常に BC マーク初めて並べてみたけど、こうやって比較してみると、このグラフだけで各社の違いが出て非常に面白いかなというふうに思います。何かの参考になれば幸いです。はい、今回ストレージのテストと PC マーク 2D のテストなので、ある意味常用使いのパフォーマンス、アプリケーションの起動であるとか、バッテリー持ちとか、ウェブブラウジングとか YouTube、一番普段使う端末のですね、使用状況がこの結果に反映されていて、ハイエンドフラッグシップですね、電池の文字とかパフォーマンスっていうのはこういう差がありますよってところの参考になるかなというふうに思います。はい、今回のテストは以上になります。それではまた。